言えることはただ一つ。はい、皆さんこんにちは、みやです。今週もやってきました動画のお時間。一応最近毎週1個ずつ上げれるようにやってるんですけど、三日坊主野郎なのでどこまで続くか、交互期待っていうわけで、今週は先週上げた動画の予告通りボスキャリについてお話ししたいと思います。ボスキャリね、多分すごく海外正規留学している人の不安かもしれない就活という要素なんですけれども、戦場のような戦場かどうかわからんけど日本人の就活生がこれでもかというぐらい一つの場所に集まっていて、日本の企業の人事の人とか、とりあえず大人の方と学生が入り乱っている、行事でございます。というわけで今回はボスキャリを通して皆様に伝えたいこと、ボスキャリの感想を動画にしたいと思います。準備と当日かなについて、この2つについて話せればいいかなって思っています。まず準備から。準備は本来であれば3年生が終わったらすぐの夏休みから多分始まっていると思います。だけど私はグダグダしてて、そんなに企業研究とかしていなかったですね。就活について甘く考えていました。そりゃ3年生が終わった時点でまだ何をしようとか多分わからんとは思うけど、もしボスキャリに行こうかちょっとでも考えているのであれば、就活対策っていうのは早めにした方が身のためです。もう4年も経ってるし、そろそろ慣れてくるやろっていう、慣れてはきますけれども、慣れば怖いもんです。慣れてきたからといって授業が簡単になるわけではありません。授業も難しくなります。11月の頭にあるから、大体の学校はリーディングブレイク前かそのリーディングブレイク中にあるから、ミッドタームとかエッセイ提出とか、とりあえずいろいろ成績に関わるようなことがボスキャリの前に起きてくるから、その準備をしながら就活の準備ってやっぱり大変なので、早めに就活の準備は取り組んでいた方がいいかなと思います。私は夏休みの間うだうだしてまして、うだうだしてたといっても音楽関連のことをいろいろしてたので、室内学の音楽祭出たりとか、それがちょっと忙しかったっていうのもあれ、いや忙しくはなかったけど、そういったことの方に力を入れてたので、就活はいいやと6月の時点で言うたらあと6、7、8、9、10、11半年があんねんから、別にね、時間あるしいいやろって思ってたわけやけど、それが全くもって甘い考えであったという。マイナビとかリクナビとかに書いてあることは本当です。いくら就活が私みたいに滑り止めの道だったとしても、もしその本命がいけなかった時も考えて真剣にしといた方がいいかなって思った。進学とか考えてる人いるのであれば、全部を全力ですることですね。それは身をもって体感したかな。というわけで、私は準備したのはだいたい7月8月ぐらいにチラチラボスキャリナのホームページのやつ登録し始めて、ゆっくりどんな企業があるんかなとか考えたりして見たりして、9月になるまでぐらいは全然アプライとかしなかった。でも9月ぐらいまでには自分の履歴書の清書ができてることが望ましいって感じですね。でだんだんアプライしてって、で10月ぐらいにスカイプ面接がバと入ってきて、でその当時、試験とかもあったり、エッセイ提出とか、リハーサルがいっぱいあったりとか、とりあえず知らんけど忙しくって、
でスカイプ面接だいたい日本時間に合わせてやってくださいって言われてたから、日本時間がいい時間11時10お昼ぐらいに合わせてたら、こっちは12時間時差だったから、昼夜逆転ですよね。とりあえず遅くまで起きないといけない。とりあえず1日13時間ぐらい起きてたレベル、それは言い過ぎかな。とりあえずもう朝早く起きて夜遅くに寝るっていうのがだいたい1ヶ月ぐらいは続いてた。連続じゃないけどそういう感じのスケジュールがいっぱいあったのを覚えてる。でそこで1次面接2次面接して最終面接をボストンでっていうのが多かった。で私は2社ボストンで面接して、でウォークインで何個か 2,3 個ぐらいしたかな。ウォークインは興味半分練習がてらにみたいな感じで行っただけで、全然本命とかじゃなかったかな。最終面接まで行ったので2つとも内定もらうことができて、でディナー会とかそういう噂を耳にしてたんやけど、それは本当でした。本当にディナー会がもっとびっくりした。でもディナー会が最終面接前にあって、これは何なんだみたいな、ディナーに誘われても油断するべからずみたいなのもいろんなブログ記事とか書いてある人多いけど、ほんまかいなって思うけど、ほんまです。騙されたと思って見て、いろいろもっと私見とけばよかったと思った。目を背けたくなる就活っていうことに音大行ってたから、さらにもう音楽まだやりたいしって感じで言ってたから、余計考えたくない、授業も忙しいしとか思っちゃうけど、目を背けず現実は迫っています。あなたの目の前に。目を背けずにきちっといろんな情報を取り入れることをおすすめします。目を背いているそこの方、ボストン行くんであれば事前にいろいろ準備しといた方がやっぱり身のためです。飛行機とかホテルの予約も早めにしといた方が絶対にいいです。どんどん値段は上がっていきますし、どんどん部屋の数は少なくなります。早めに行くんであれば、ボスキャリの日程が分かったらすぐ予約すること、それが一番です。はい。最低でもボストン当日の12時間前には着くようにした方がいいと思います。ギリギリに行ったらもう何があるか分からへんから。特に11月の天気なんて西海岸の方は多分晴れ、まだまだ暖かいとは思うけど、特に東とか田舎の土地に住んでる人とかは飛行機キャンセルなんて本当に多分よくあると思うから、実際私の飛行機もキャンセルした。そうだから天気のことも考えて早めに行動することを非常におすすめします。準備から何から何まで全て早めに動くこと。もう私は本当に遅くもう先延ばししすぎました。はい、すごく後悔していますね。もっと企業研究とかしとけばよかったし、もっと自己分析もっとしとけばよかったし、もっと業界、どういう業界があるのかとかいろいろ調べておけばよかった。何が合うかとか全然わからんかったし、でもそんな私でも内定は2つもらえたので、希望がないと思っているそこのあなた、希望はいくらでもあります。音大生でも受かったんやから大丈夫。経済学とか取ってる人、もっと世の中のためになるような専攻をしている人、多分大丈夫。君なら絶対内定1個は出ます。私でも出ました。大企業とか職種選ばんかったらいくらでも多分出ると思う。でも職種をもし選びたいとか、業界を選びたいとか、企業を選びたい大企業のみとかやったら、そこはもっと事前になる準備が必要だと思われます。多分次大学院卒業してもしもう一回ボスキャリー行くんやったら大企業も挑戦してみようかなと思いました。おじけづいて大企業全然アプライするそんなレベルにも達してないからアプライなんかしたらあかんと思ってたぐらいの人やったからあれやったけど、いやでもそんなこと初めから自分の機会を自分で閉ざして
当たって砕けろっていう感じで何でもやってみたらよかったなって思った。だから次やるんやったら中小もするけど中小企業もアプライしつつ、大企業とかもチャレンジしてみたいなって思った。でボストン当日は私は比較的に暇なスケジュールやった。全然面接も入ってなかったし、入ってる人は多分朝からなんか並ぶとかそういうのやったと思うけど、2日目に結構本気出してくる企業が多い、説明会とかで。3日目も結構バラバラやったけど、3日目はもうほぼ最終日ね、もう午前中で切り上げちゃう企業とかもいっぱいおるから、3日目に期待するべからずあんまり何もない感じで、3日目にある一つの企業が説明会をしてて、興味半分でレジュメをドロップしたらウォークインって感じで、そうでボスキャリから帰ってきてからその企業さんから SPI みたいなやつ受けてくださいみたいなかかってきて、みたいな、もうなんか私の中でボスキャリ終わった、もう就活終わりって泣いても出たち終わりって思ってたのに、まだ続いてるみたいな。そうだからボスキャリ終わっても終わりと思わないこと、まだ待ってる時があるから。でその企業をでその冬にボスキャリが終わって1ヶ月経って冬休みがあったんやけど、冬休みに私日本帰ったの。で日本帰った時に1社最終面接があって、でそこで内定もらって、合計2つ内定もらってて、でそれが東京で行われたから、東京でもう私は就活終わったって思ったら、その SPI ボロボロやったの。特に数学のなんか数字系はやのに SPI 合格したか知らんけど面接しましょうみたいな。みたいな。で実家の大阪に帰って、で大阪の実家で面接して、もうなんかもういいやってなってたから、適当にこう受け答えしたら案の定落ちましたよね。興味のなかった分野だったので良かったんですけど、お時間ありがとうございました。その企業様、もう私はその時点でもなんかもうやる気が一個もなかったし、嘘やんって思ったし、なんか実家のネット環境が悪すぎてスカイプブツブツ切れるから、スカイプ面接するときは皆さんネット環境を良くして、やってください。3日で内定出るっていうのは本当やけど、戦いは1ヶ月前から始まっている。大体 2,3 ヶ月ぐらいで就活が終わるって考えたらいいかな。なんか日本のみんなが内定式とかしてる時期から就活本格始動って感じかなって思った。とりあえずこっちにいる限りは全ての事柄が一歩遅れてやってくるから、卒業式でも何でも私はなんか分からんけど、なんかそれ見ていいなって、なんか友達が早々となんかこう晴れ晴れしく卒業していく日本のみんながいいなって。私なんかあと1ヶ月あんねんけど卒業できるかも分からんしみたいな。でなんか知らんけどさ、3日ぐらいでもう4年生終わるって時に私なんか折り紙を課題で折ってて、何をやってんだ23にもなってとか思いながら折り紙を折って、で多分私がなんか効率悪いからこんなんやったのか、飲酒もしてて、その音楽の飲酒ってオーディション実技試験があるから、グラッドスクールショッピングっていう名目とともにアプライしたい学校に訪問して、その自分の指示したい先生にレッスン受けに行くっていうのが結構なんか飲酒をする人の暗黙のルールみたいな感じで、私も実際ボスキャリ終わって2日後に実際バンクーバーに飛んで UBC の先生のレッスン受けにバンクーバーまで飛んで、多分他の学部でもインタビューとか多分あると思う。スカイプでインタビューするところもあるかもしれんけど、実際学校に出向いてっていうところもいっぱいあると思うし、特に海外進学してて海外のその同じ国内、アメリカやったらアメリカ国内、カナダやったらカナダ国内にそのまま進学しようとしてる人
はスケジュール管理ちゃんとしといた方が、夏休みの時点からもし飲酒するってちょっとでも考えてるのであれば、カレンダーとしっかりにらめっこすることをおすすめします。ボスキャリ行って本当に良かったなって思うし、音楽ばっかし見てたから、やっぱり音楽したい、ずっと しようって思ってたけど、いろんな企業とか見てみて、働くっていうのも、どっかに勤めるっていうのも悪くないかなと思うようになりましたね。今まで日本の社会にちょっとネガティブなあれも持ってたけど、一大人として独立するのであれば、なんていうんだろうね、勤めるっていうのも悪くないかなって思った。結構日本に帰りたかった。その時はホームシックがすごかったからっていうのもあるかもしれんけど、日本に住むのも悪くないかもしれないと思ったり思わなかったり、そういう感想は人それぞれやと思うし、なんとも言えんけど、とりあえず言えることはただ一つ、事前準備が非常に大事。就活は3年生が終わったその次の日から始まっています。はい。就活と飲酒する人、同時進行の方、頑張ってください。はい。やだ、こんなことは一緒にしたくない。これが果たして役に立つかどうかわからんけど、言うたら私ボスキャリ失敗組なので言うたらね、内定出てても成功とは限らんから、言うたら失敗組やけど、失敗から学ぶことはいろいろ多いので、次にこれは活かしていきたいと思います。てなわけで、今日も見てくれてありがとうございました。じゃあみんな次の動画も見てね。バイバイ。